いやー、人型ロボットってなんかこう SF 映画の中だけの話だってずっと思ってましたよね。でも実はもう私たちのすぐそこまで来てるんですよ。というわけで今回は今まさに巻き起こっているこのヒューマノイドロボットブーム、その最前線がどうなってて、これからどうなるのか一緒に見ていきたいと思います。で、この動きの中心にいるのが、ご存知、テスラのイーロン・マスクですよね。彼がこう断言してるんですよ。自動車事業よりも大きい。いや、経済そのものを変えるだろうって、これすごくないですか？単なる新しいプロダクトの話じゃないんです。もう経済の仕組み自体を根っこから変えちゃうくらい、とんでもない変化が始まるぞっていう彼の強いメッセージが込められてるわけですね。さて、その変革のど真ん中にいるのがテスラが開発しているヒューマノイドロボット、その名もオプティマスです。このオプティマスこそが新しい労働革命の引き金になるなんて言われてるんですね。じゃあそのオプティマスって一体どんなものなんでしょうか？オプティマスを理解する上で一番大事なキーワードがこの汎用っていう言葉なんです。これどういうことかっていうと、何か一つの作業に特化してるんじゃなくて、人間みたいにね、腕2本足2本で私たちが普段いる環境でいろんな仕事ができるように作られてるってことなんです。つまりですよ、工場とか倉庫の設備をわざわざロボットのために変えなくていい、そのままスッと導入できる。これがとんでもない強みになるわけです。しかもですね、ここからがテスラの本当のすごいところなんですけど、彼らの最大の武器って実はロボットの体そのものじゃないんですよ。何かというと、その頭脳です。テスラの電気自動車で使われているあの完全自動運転 FSD の AI 技術、これが肝なんです。考えてみてください。世界中で走ってる何百万台ものテスラ車がずーっと集め続けてる現実世界の膨大な映像データで、この AI は鍛えられてるんです。だから予期せぬことが起きた時の対応能力がもう他のロボットとはレベルが違う。車で培ったこの賢さをそっくりそのままロボットに移植しちゃうっていう発想なんですね。で、テスラはですね、このオプティマス開発をのんびりした研究プロジェクトだなんてこれっぽっちも思ってないんですよ。これはもうはっきり言って市場のトップを取るためのガチのレースなんです。しかもその計画、タイムラインがめちゃくちゃアグレッシブなんですよ。ちょっとこの数字見てください。なんと来年2025年ですよ。その時点でもう1万台作ると。これもう研究開発っていうレベルの話じゃないですよね。で、さらに驚くのが2027年には年間50万台以上。もう桁が違います。この圧倒的なスケールとスピード感、これがテスラのやり方なんですね。もちろんね、このレースを走ってるのはテスラだけじゃないです。例えばキレキレの動きでいつも世界をびっくりさせるボストンダイナミクスとか、あとはもうすでに年間1万台を作れる工場を動かしているアジリティロボティクスとかもいる。各社それぞれの強みで勝負してるんですけど、その中でテスラはさっき話した AI 技術と、あとは電気自動車で培った大量生産のノウハウ、この2つを武器にして一気にマーケットを取りに行こうとしてるっていう構図なんですね。さて、ここまで聞くと、このヒューマノイドロボットブームってなんだかここ数年で急に始まったみたいな感じがしませんか？でも実はそうじゃないんですよ。この裏にはものすごく長い歴史が隠されてるんです。そう、今日のこのすごい技術っていうのは決してポットでのものじゃないんです。特に実は日本がその始まりの場所だったっていう何十年にもわたる地道な研究の積み重ねがあって、初めて今があるんですね。このヒューマノイド研究の歴史って遡るとなんと約60年前の早稲田大学から始まるんです。で、1973年にはもう世界で初めての本格的な人型ロボットが生まれてて、80年代にはなんとピアノを弾くロボットまでいたんですよ。すごいですよね。ホンダの足元かソニーの給料とか覚えてる方も多いんじゃないでしょうか。あの頃のワクワク感すごかったですもんね。そして長い年月を経て2025年、ついにこの技術が量産っていう全く新しい競争のステージにやってきたということなんです。でこれちょっと驚きなんですけど、この研究の最初の目的って別に工場の仕事を自動化したいとかじゃなかったらしいんですよ。出発点はもっと壮大で、人間ってそもそも何なんだろうっていう問いを解き明かすために、じゃあ工学的に人間を作ってみようじゃないかっていう、そういう発想だったんです。でその技術の使い道として考えていたのも工場とかじゃなくて、その先にある私たちの生活に密着したサービス業だったんですね。じゃあこの長い研究の末に生まれた技術が具体的にどうやって僕らの職場に入ってくるのか、その普及の鍵を握るあるビジネスモデルがあるんです。それが RaaS、つまりロボットアズアサービスっていう考え方です。これすごくシンプルで、
例えば僕らが月額で音楽聴いたり映画見たりするみたいに、高価なロボットをドンと買う必要はなくて、サービスとしてレンタルしたりサブスクで利用したりできるっていうモデルです。これなら今までうちには高すぎて無理だって思ってた中小企業でも気軽に導入できますよね。一気にロボット活用のハードルが下がるわけです。じゃあ彼らがどんな仕事をしてくれるのかっていうと、これがまさに今の社会が抱えている問題と直結してるんです。例えば工場のラインでの単純な繰り返し作業とか、倉庫で荷物を運んだりとか、あとは人間がやるには危ない仕事とか、正直あんまり人気のない仕事とかですよね。特に日本みたいにこれからどんどん働き手が減っていく国にとっては、この深刻な人手不足を解決してくれるものすごく強力な助けとになるんじゃないかって期待されてるんです。さて、ロボットが本当に僕らの同僚になる。そうなった時、じゃあ僕たち人間の仕事、そして僕らに求められるスキルって一体どう変わっていくんでしょうか。ここからはその未来をちょっと覗いてみましょう。これからの時代、間違いなく言えるのは、この左側にあるような決まった手順でやる作業、いわゆるルーティンワークですね。これはどんどん AI とかロボットに任せていくことになります。でも、じゃあ人間の仕事がなくなるかっていうと、そうじゃなくて、今度はこの右側にあるようなスキル、つまり新しいものを生み出す創造性とか、難しい問題を解決する力、そして AI をうまくマネジメントして人間同士でうまくコミュニケーションを取る力、こういう人間にしかできないことの価値が逆にものすごく高まっていくっていうことなんです。それに仕事がなくなる一方ってわけでもないんですよ。全く新しい職業もちゃんと生まれてきてるんです。その代表例がプロンプトエンジニア。これ聞いたことありますかね。要は生成 AI に対していかに上手な質問とか指示、つまりプロンプトを投げかけて AI から最高の答えを引き出すかっていう AI との対話のプロフェッショナルなんです。このスキル自体がもう立派な専門職になってるんですね。つまり私たちが今目の当たりにしているのって単なる技術の進歩っていう話じゃないんです。これはまさに産業革命の時と同じような文明の転換点なんだと。昔蒸気機関とかの機械が私たちの肉体労働のあり方をガラッと変えましたよね。それと同じように今 AI とロボットが人間が働くことの意味ってそもそもなんだっけっていうもっと根本的な問いを私たちに突きつけてるのかもしれません。最後に、この問いを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ロボットが当たり前のように尖りで働く、そんな未来が来た時に、じゃあ人間にしかできないこと、人間だからこそ価値のある仕事って一体何になるんでしょうか。この大きな変化の時代を僕たちはどう生きていくのか。今回の話がそのヒントを考える何か一つのきっかけになったら嬉しいです。